こんにちは。今回はこちら、アイスクリームのチャームを編んでいきます。コーンを編んだら、続いてアイスを編んでいきます。この辺りの減らし目のところは今回も穴があまり目立たずに滑らかになる編み方で編んでいきます。よかったら編んでみてください。では今回も同じくらいの太さの糸を集めて編んでみました。今回はこちらの糸で編んでいきます。コーンのところはセリアさんのロアンのカラーナンバー14番。アイスの方はこちらダイソーさんのコットナブルで、色は桜ピンク、いちごの果肉の刺繍のところはレッドを使います。今回は3号で編んでいきます。ではこちらのアイスを編んでいきます。ではこんな感じにコーンを編んでいきます。下から9段細編みで編んでいきます。ではこちらの糸でコーンを編んでいきます。では輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。では1段目は細編みを6目編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて1つ目の細編みですね。ここは最初なので頭にマーカーをつけて1周ぐるっと編んだらここに引き抜きます。続いて編んでいきます。2つ目、3、4、5、6、6目編めたら輪を絞っていきます。この糸端と同じところから出ているこちらの糸ですね。この糸を右方向に引っ張ります。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。そしたらここのマーカーのところですね。最初の細編みの頭。ここに針を入れて引き抜いて引き締めておきます。では2段目は増減なしで1目に1目ずつ1周6目編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。最後に引き抜いた最初の細編みの頭に針を入れてここに1つ、またここは最初なので頭にマーカーをつけて1周編んだらここに引き抜きます。そしたら次の細編みの頭に針を入れて2つ目、こんな感じで1目に1つずつ編んでいきます。3、4、5、6、6目編めたらこのマーカーのところに引き抜きます。最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めておきます。では3段目ですね。3段目は増し目細編みを1つ、これを3回繰り返して1周を9目にしていきます。では3段目ですね。鎖1つで立ち上がります。
そしたら最初の細編みの頭に針を入れて、ここでまず増し目を編んでいきます。細編みを2目編んでいきます。糸を持ってきて、細編み。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、もう1つ。そしたらこちらの右側の1つ目の細編みの頭にまたマーカーをつけて、1周ぐるっと編んだら、ここに引き抜いていきます。増し目を編んだら、次のところに針を入れて、ここは1つ。次は増し目、次は1つですね。こんな感じで編んでいきます。3つ目の細編みに針を入れて、細編みを1、2、次のところに針を入れて、ここは1つ。ちょっと小さくて編みにくいんですけども、ゆっくり編んでいきます。こちらの手前の方が表なので、こんな感じに折って編んでいきます。次は増し目、次は1つですね。次のところに針を入れて、1、2、次が最後ですね。ここは1つ。これで1周ですね。そしたらここの最初の細編みの頭、毎回最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。こんな感じで立体的になってきましたね。では次4段目は増減なしで1周9目で編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、最初の細編みの頭、ここに針を入れて、ここから1、2、最初の細編みの頭にマーカーをつけて編んでいきます。また次のところに3つ目、次に4つ目、1目に1目ずつ編んでいきます。5、9、そして1周編んだら、最初の細編みの頭に引き抜きます。そして引き締めておきます。では5段目ですね。5段目は細編み1つ、増し目、細編み1つ。これを3回繰り返して1周を12目にしていきます。鎖1つで立ち上がります。1つ目の細編みの頭に針を入れて、細編みを1つ。ここは最初なのでマーカーをつけておきます。1つ編んだら次のところに増し目を編んでいきます。頭に針を入れて、ここに1、2、増し目ですね。そしたら3つ目の細編みの頭に針を入れて、ここは1つ。このパターンを3回編んでいきます。次は1つ。そして増し目。そして1つですね。次のところに1つ。次は2つ。次は1つ。そしたらあと1、2、3、3目残ってますね。ここの1つ目のところは1つ。次は増し目。で、最後は1つですね。次は1つ。次で増し目。2つ編みました。で、最後のところは1つ。これで1周ですね。そしたら、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では次6段目は、増し目、細編み3つ。これを3回繰り返して、
一周を15目にしていきます。鎖一つで立ち上がったら、最初の細編みの頭に針を入れて、まず増し目を編んでいきます。1、同じところにもう一つ。最初の細編みにマーカーをつけておきます。そしたら次から1、2、3。ここは1目に1目ずつ編んでいきます。ここから1つずつ、1、2、3。このパターンを3回編んでいきます。次は増し目。そして次の1、2、3。ここは1目に1目ずつですね。次のところで、1、2、増し目ですね。そして次から1目ずつ編んでいきます。1、2、3。そしたらあと4目残ってますね。1、2、3、4。最初で増し目。そしてあとの残りの3つは1目ずつですね。ここに増し目。1、2。次から1目ずつ編んでいきます。2、3。これで1周ですね。よいしょ。そしたら、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて、引き締めます。では次の7段目は、細編み2つ、増し目、細編み2つ。これを3回繰り返して、1周を18目にしていきます。7段目ですね。鎖1つで立ち上がります。そしたら最初の1、2。ここにそれぞれ細編みを1目ずつ編んでいきます。最初の細編みの頭に針を入れて、1つ。次の細編みの頭に針を入れて、ここも1つ。そしたら最初の細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして3つ目の細編みの頭に針を入れて、ここで増し目ですね。2つ編んでいきます。1、同じところにもう1つ。そしたら次と次、ここは1つずつ編んでいきます。次の細編みの頭に針を入れて、1つ。次も1つ。このパターンを3回編んでいきます。そしたら次と次は1つですね。ここに1つずつ編んでいきます。そして3つ目のところで増し目ですね。ここに2つ編んでいきます。同じところにもう1つ。そして次と次は1つずつですね。次と次。そしたらあと1、2。ここは1目に1つずつ。真ん中は増し目。で、残った2つはそれぞれ1つずつですね。同じように編んでいってください。では次の8段目は増し目、細編みを5つ。これを3回繰り返して1周を21目にしていきます。8段目ですね。鎖1つで立ち上がったら、最初の細編みの頭、ここに針を入れて、まず増し目から編んでいきます。同じところに、1、2、増し目ですね。そしたら、最初の細編みの頭にマーカーですね。そしたら、次から、1、2、3、4、5。ここは1目に1目ずつ編んでいきます。次のところから、1、2、3、4、5。こんな感じですね。そしたら次は増し目。
そしてまた1、2、3、4、5と1目ずつですね。こんな感じで1周編んでいきます。では次は最終段の9段目ですね。この段は細編み3つ、増し目、細編み3つ。これを3回繰り返して1周を24目にしていきます。9段目、鎖1つで立ち上がります。まず最初の1、2、3。ここにそれぞれ細編みを1目ずつ編んでいきます。最初の細編みから1、2、3。最初の細編みにマーカーですね。そして次の4つ目の細編み。ここで増し目をしていきます。次のところに2つ編んでいきます。増し目。そして次から1、2、3。ここはそれぞれまた1目ずつ編んでいきます。1、次のところに2つ目、次に3つ目。このパターンを3回編んでいきます。次から1、2、3。ここは1目に1目ずつですね。1、2、3。次のところで増し目。そして次の1、2、3。ここはそれぞれ1目ずつですね。1、2、3。そしたら次の1、2、3。ここは1目ずつ。4つ目で増し目。そして残った1、2、3。ここはそれぞれ1目ずつ編んで1周編んでいきます。では9段目最後まで編んだら、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。そしたら、ここで糸をカットして、この輪っかの中に糸端を通して、そしてギュッと引き締めておきます。これでコーンが完成です。ではコーンができました。続いてアイスを編んでいきます。アイスはこちらの糸で編んでいきます。では最後に引き抜いた最初の細編みの頭に針を入れて、次のアイスの糸を持ってきます。ここから細編みを増減なしで1周24目編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。同じところに針を入れて、この糸端を手前の方に持ってきて編みくるみながら編んでいきます。1、次の細編みの頭に針を入れて、2、3、4、5。こんな感じで1周編んでいきます。1周編んだら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めておきます。ここの糸は向こうにキュッと引いておきます。では2段目ですね。この段は増し目、細編み3つ。これを6回繰り返して1周を30目にしていきます。で、針を入れるところは細編みの頭の向こうの1本。ここを順番に拾って細編みの筋編みで編んでいきます。最後にこの残った手前の1本、ここの筋を拾って垂れる部分のアイスを編んでいきますので、この手前の1本残して編んでいきます。2段目ですね。鎖1つで立ち上がります。まず増し目からですね。最初の細編みの頭の向こうの1本、ここを拾って増し目を編んでいきます。1、同じところを拾っ
もう一つ。そしたら最初の細編みにマーカーですね。そしたら次から1、2、3。ここは一つずつですね。細編みの頭の向こうの1本拾って編んでいきます。1つ目。次のところは2。次で3。これを6回繰り返し編んでいきます。次は向こう1本拾って増し目。次から1、2、3。ここは一つに一つずつですね。1、2、3。次は増し目。次から1、2、3。ここは一目に一目ずつですね。こんな感じで一周編んでいってください。一周編んだら、同じように最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では3段目ですね。この3段目から6段目まで増減なしで一目に一目ずつ1周30目で編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。足元の細編みから頭を拾って細編み、次も細編み。ここは筋編みではなくて普通の細編みで編んでいきます。一目に一目ずつですね。こんな感じで6段目まで編んでいきます。では3段目から3、4、5、6と6段目まで編んできました。そしたら次の7段目から減らし目を入れて編んでいきます。では7段目は細編み3つ減らし目。これを6回繰り返し編んで1周を24目にしていきます。で、今回は綺麗な編み目になる減らし目で編んでいきます。7段目ですね。まず最初の1、2、3。ここはそれぞれ1目ずつ編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。足元の最初の細編みの頭、ここから編んでいきます。1、2、3。必要な方は最初の細編みの頭にマーカーをつけておいてください。そしたら次と次、この2目で減らし目を編んでいきます。まず、ここの細編みの頭の、ここの手前の1本を拾います。続いて、次の細編みの頭の同じ手前の1本を拾います。そして糸を持ってきて、細編み。これが減らし目ですね。普通の減らし目よりも隙間が小さくて綺麗な編み目になっていきます。では次から1、2、3。ここからまた同じように編んでいきます。ここは一目に一目ずつ。そして次の2つで減らし目ですね。編んでいきます。次から一目に一つずつ。1、2、3。そして次と次で減らし目ですね。頭の手前の1本に、ここと次のところの手前の1本。続けて拾って、糸を持ってきて、細編み。そしたらまた次から一目に一目ずつ、1、2、3。そして次の2つで減らし目ですね。こんな感じで1周編んでいってください。普通の減らし目で編んでいっても大丈夫です。こことここで減らし目をする場合は、ここの細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そしたら次の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そしてかけて全部引き抜いて2目1度の減らし目ですね。どちらでもお好きな方で大丈夫です。では8段目ですね。この段は細編み1つ減らし目、細編み1つ
これを6回繰り返して1周を18目にしていきます。8段目ですね。鎖1つで立ち上がります。足元の細編みの頭に針を入れて、細編み。細編みを1つ編んだら、次と次のところで減らしていきます。次の細編みの頭の手前の1本。続いて、次の細編みの頭の手前の1本。ここに針を入れて、糸を持ってきて、細編み。減らし目ですね。そしたら次の細編みのところに1つ。このパターンを6回繰り返し編んでいきます。次のところは1つ。次と次で減らし目ですね。手前の1本に続けて針を入れて、糸を持ってきて、細編み。そして次のところは1つですね。こんな感じで1周編んでいきます。では9段目ですね。だんだんアイスの形になってきましたね。9段目は細編み1つ減らし目。これを6回繰り返して1周を12目にしていきます。9段目ですね。鎖1つで立ち上がります。足元の細編みの頭に針を入れて、細編みを1つ。次と次で減らし目ですね。頭の手前の1本を次と次で拾って、糸を持ってきて減らし目。そしたら次は1つですね。ここに1つ。次と次でまた減らし目ですね。手前の1本にそれぞれ針を入れて、糸を持ってきて減らし目。こんな感じで1周編んでいきます。では次の10段目が最終段なんですけども、穴が大きいうちに中に詰めていこうと思います。ここの目がほどけないようにマーカーを入れて休ませておきます。手芸綿でもいいですし、今回は余り糸を詰めていきます。では詰めていきます。この甲の底の方にしっかり詰めておきます。どんどん詰めていきます。こんな感じですかね。では、いい感じに詰めたら、最終段の10段目を編んでいきます。この段は減らし目を続けて6回編んでいきます。では、10段目ですね。鎖1つで立ち上がります。そしたら最初の1、2、ここから減らし目をしていきます。最初の細編みの頭の手前の1本。続いて次の細編みの手前の1本。そして糸を持ってきて減らし目。また次と次ですね。次と次。そして糸を持ってきて減らし目。こんな感じで1周編んでいきます。6回減らしてきたら、ここが最初ですね。最初の減らし目の頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。こんな感じですね。ここでもう少し冷たい方は、まだ穴が少しあるので、
こで詰めていきます。ではここから紐を編んでいきます。針を外してくるっと回して、この反対側あたりの減らし目の頭に針を入れて、ループに針を入れて、こちらにループを持ってきます。ここからお好きな長さに鎖編みで編んでいってください。1、2、3。では40目で約16センチ編んできました。では鎖編みがねじれてないことを確認したら、紐の足元あたり、この辺に針を入れて、引き抜いて引き締めます。そして糸を少し伸ばして、糸端を少し長めのところでカットして、このループの中に糸端を通してキュッと絞っておきます。では糸始末をしていきます。ここの近くの隙間に針を入れて、遠くの穴に針を出します。あまり引っ張ると釣れてしまうので気をつけて、でここで一度玉留めをして、そして同じ穴に針を入れて、また遠くの穴ですね。穴に糸を割らずに穴ですね。隙間に針を通します。ここの玉留めは中に入れておきます。そしたらまた同じようにここで玉留めを作って、同じ穴に針を入れて、遠くの穴に出して、ここの玉留めをまた中に入れて、そしてここでカットしておきます。念のため手芸ボンドでこの辺に塗って補強しておきます。では境目のところに垂れてるアイスを編んでいきます。コーンの部分をこちらに持ってきて、ここの筋を拾って編んでいきます。では編んでいきます。どこから編み始めても大丈夫です。今回はここの最初の筋を拾って、ここから編んでいこうと思います。ここの筋を拾って、そしてアイスの糸をこちらに持ってきて、ここから編んでいきます。編み方は鎖を2つ、中長編み1つで編んでいきます。まず鎖を2つ、1、2、針に糸をかけて、同じ筋を拾って、糸を持ってきて、かけて、一気に全部引き抜きます。そしたら次の筋を飛ばした次、ここの筋ですね。ここを拾って引き抜きます。こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。また鎖を2目編んでいきます。1、2、針に糸をかけて、同じ筋を拾って糸を引き出します。そして全部引き抜いて、次の筋を飛ばした次、ここですね。ここを拾って引き抜き編みで留めておきます。鎖を1、2かけて、同じ筋を拾って糸を引き出して
中長編み。そしたら次を飛ばした次、ここの筋ですね。ここを拾って引き抜きます。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。一周編んだら最初の筋のところに針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。そして糸をカットして引き抜きます。ではここも同じように糸始末していきます。この根元の方に針を通して遠くの穴に出して、ここで玉留めをして、また同じところに針を入れて、このこの辺に出しますね。ではこちらの方も糸始末をしておきます。ではいちごの果肉を刺繍します。とじ針に通して、こちらは玉結びをしています。では玉結びがこの内側に入るように糸を割らずに隙間に針を入れて近くに出します。そしたらここで2回巻きつけて、そして同じ穴ではなくて少しずらしたところに針を刺して、また次のところに針を出します。そしてこうギュッとして緩まないように指で押さえて、こんな感じですね。そしたら次のところも1、2、2回巻きつけたら少しずらしたところに針を入れて、そしてここを引き締めて緩まないように親指で押さえながら糸を引っ張ります。こんな感じですね。これで刺繍していきます。最後はここの裏側の方に針を出して、ここでまた糸始末をしておきます。遠くのここの裏側あたりに針を出して玉留めを中に入れます。中に入れます。そしてカットします。できました。
では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。